応援依頼 .com 新聞土です。今日はシンクロナイズドスイミングソウル五輪ソロデュエット銅メダリストの小谷美香子さんに入っていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。小谷さんはすごく東京オリンピックの招致だったりとかいろんなところでご活躍をこれまでされていらっしゃったかと思うんですが、改めてご本人の方から自己紹介をしていただいてもよろしいですか？はい。改めまして小谷美香子です。今ご紹介いただいた通り、1988年ソウルオリンピックでソロとデュエットの選手として出場しまして、当時は銅メダルを獲得することができました。その後、バルセロナオリンピックの後に引退をした後は、IOC 国際オリンピック委員会や OCA アジアオリンピック評議会、JOC 日本オリンピック委員会など、スポーツを支える側、後輩たちのためにできることをやろうという思いで支える側に立ちつつ、テレビやラジオなどメディアの世界でもいろいろな経験をさせていただいてきました。近年の東京オリンピックではスポーツディレクターあるいはジェンダー平等推進チームのリーダーとして、組織委員会側で支えさせていただきました。と同時に選手を引退してから30年間ずっと一般の子どもたちを対象にしたシンクロ教室を続けながらシンクロの普及育成に努めているところです。ありがとうございます。スポーツを伝える皆様に伝える側としてご活躍されていらっしゃると思うんですけど、遡ってそのシンクロナイズドスイミング、今はアーティスティックスイミングっていう名称だと思うんですが、小谷さんといえばシンクロ日本の歴史を開拓された最初の方なのかなっていう印象があるんですけども、最初にシンクロを始めようと思ったきっかけってどういったところなんですか？ですね、もともと健康のために水泳教室に行っていたんですが、そこの先生の旦那様が日本にシンクロを取り入れた方だったんですね。で、そんなご縁から奥様を通じて、私の泳ぎっぷりを見てシンクロ向いてるからやってみないかとお誘いいただいたのがきっかけで、それが9歳の時ですね。なので当時は今のようにメディアでシンクロ、今アーティスティックスイミングを放送したりということもなかったので、どんなものかわからないまま、なんとなく先生に勧められたので、やってみたら楽しくなってどんどん続けていったら、試合でも優勝できるようになって、でそのまま選手を目指そうってから15年続きました。そうだったんですね。で、そこから小谷さんは単身でアメリカに留学をされたりとか、その時代にそういうチャレンジをする方ってね、なかなか珍しかったんじゃないかなと思うんですが、どういう流れで留学するっていう決意に至ったんですかね？中学校1年生から東京シンクロクラブ練習を続けていたんですけれども、当時は今のようにナショナルトレーニングセンターとか、その選手が存分に練習できるプールというのがなかったんですね。なので、もう本当に一般公開しているプールを1コースだけを間借りして、お金を払って一般の人々の隣で波々の中で泳いでいるという感じだったんですけれども、そんな時に当時世界一だったアメリカはシンクロ専用のプールがもうあちこちにあるらしいという話を先輩たちから聞いて、これはもっともっと強い選手になるためにはもっと練習したい、そしてもっとレベルの高いところで練習したいと思って15歳の時に決意をして、家族の猛反対を押し切って出かけました。1年ですね、アメリカに留学したのは。で、その時に英語とかも習得されたんですか？はい、行ってからですね。行く前はもうアメリカに行きさえすればたくさん練習ができるし、強くなれると思って信じていたんですが、行ってから、世界チャンピオンは目の前にいるわ、世界チャンピオンを育てたコーチは私にアドバイスをくれるわ、刺激いっぱいで、アメリカに来てよかったと思いつつ、じゃあいざ練習が始まると、コーチの言ってることがわからない。私英語できなかったんだっていうことに、現地に本当に行ってから、気がついたような感じで、行ってから必死に英語を学びましたが、そのために1年と2ヶ月、一言も日本語を喋らず、日本にも電話もせず、日本人にも会わず、過ごせたおかげで、それなりの英語を身につけることができたかなと思ってます。その時に、シンクロも学び、で、語学も学び、で、その経験が実際にオリンピックで活躍した後も、いろんな国際的なお仕事だったりとか、そういったところに繋がっていってるっていう感じなんですよね。おっしゃる通りです。はい。英語を学びにアメリカに行ったわけではなかったんですが、シンクロを学びに行ったことで、どうしても必要となった英語が自然と身について、今こうして引退した後は、それが一つの、英語一つで全然武器なんて今言ってはいけない時代だと思うんですけれども、それのおかげで、すごく人生の幅が広がったというか、いろいろな貴重な機会、オリンピック招致だったり、IOCでの活動を含めて広がったと思っています。ありがとうございます。
東京オリンピックのその招致をするにあたっての、このアンバサダーとしてもいろいろご活躍をされてらっしゃったと思うんですけど、やっていったきっかけとかそういったところも可能な範囲でお伺いできればと思うんですが。はい。IOC や OCA の立場で様々なこの大会の準備に携わることがあったりして、OCA ではアスリート委員長をしていますので、アスリートの立場でアジア大会が行われるところに視察に行って、準備状況からずっとアスリートの意見を反映させてっていう活動をずっとしていたんですけれども、やはり海外の事例というか、を知れば知るほど、もちろんそれぞれ素晴らしいところがあるんですけれども、逆に海外を知れば知るほど日本の決めたことをしっかりと実行する力、そしてわかりやすく遅刻をしないとか、約束を守るとか、きっちり仕事をしていくというスポーツでいうと競技運営能力だったりとか、そういう進め方だったりっていうことの日本の凄さを海外に出ることによって改めて知り、そして食事もそうですし、おもてなし、その後ね、おもてなしで有名になりましたけれども、その何十年も前から日本の人は自然と人を助けようとか、いい思い出を作ってもらおうっていうそういう気遣いっていうんですか、おもてなしの心を持ってるということを海外に出れば出るほど分かったので、こんな素晴らしい日本でオリンピックができたらどんなにアスリートにとって素晴らしいだろう。最高のオリンピックができるだろうっていう思いが個人的に募っていった中で、日本の中でも当初は石原元都知事が、そういうムーブメントを始めて、願っていたことがいよいよ現実に悲しそうだなっていうところに、その時代に居合わせることができたというのは貴重だったと思っています。ありがとうございます。過去も今も、これからもいろいろね、ご活躍をしていく小谷さんだと思いますが、その講演会、あとこういったオンラインの講演会を通して、小谷さんがお伝えしたい、大切にしたいことっていうところはどういったところになりますか？講演会も、オンラインですとなかなか難しいかもしれないですけれども、やはり聞いていただいている方と自分との一体感っていうのは、私が選手として競技でシンクロをやっていた時と同じように、自分が最高の演技、持っているものを全て出すことによって、見てる人も引き込まれ、その、引き込まれることによって見てる人のエネルギーが自分の中に伝わり、最後は観客と泳ぎ手と一体となって、こっちはやりきったぞって思いでシンクロ競技を演技を終えますし、見てくださった方もうわーっと盛り上がる。これがスポーツのあるいはシンクロの私は最高の醍醐味だと思っているんですけれども、私が講演会が大好きなのは、対象によって学生さんだったりすると経験を通してのやはりその困難を乗り越え方だったり、先生方だったら私のコーチがどんな風に私を支えて導いてくださったかとか、企業の方だったらじゃあどうやってチームのモチベーションを高めたか、組織委員会やシンクロのチームの中でどうやってみんなで士気を高めていったかとか、最近は SDGs 関係だったりすると、選手を引退してからある人に誘われてバハマの野生のイルカに出会い、そこから10年間ずっとイルカと会うという経験をさせていただいたんですね。でそこで大自然の中に身を置いた時の一人の人間としての地球上での存在の小ささ、それを知ったことで、地球にせっかく生まれたからには何か地球にお返しをしたいとか、人として人のために社会のためになれる人間になりたいっていう思いをこのイルカとの出会いによって持つようになったんですけれども、そういうものが最近のビーチクリーン活動だったり SDGs 活動を非常に頑張らなければとアスリートとして思う理由の一つにもなっているんですけれども、そういう対象によって話の内容はいろいろと変えさせていただきますが、先ほど言った通り最後、講演会で私が大事にしたいのは、聞き終わった私はもう出せるものを全て出してお伝えするので、聞いた方がおーって終わった時に、これ自分も頑張るぞ、自分ももう一頑張りするぞ、自分ももっと頑張らなきゃ、聞いてよかったなって思ってくれることが私にとって講演活動を通して一番大切にしたいなと思っています。なので毎度全身全霊全力投球でお話をさせていただいてます。ありがとうございます。